皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は前回に引き続き経済的に苦しい方を対象として生き延びるためのマインド設定と備蓄ポイントの説明をしていこうと思います。対象者の多くの方が毎月の生活がしんどいのに先のことまで考える余裕なんてないとお考えではないでしょうか。経済的にしんどい方の特徴は世界情勢や歴史などの情報に疎いという特徴があると個人的には思っていまして、生活に追われている中でお金にもならないことに興味を向けるエネルギーが湧かないということも理解できます。しかし現実世界を人生ゲームに例えるなら、ゲームのルールを知らないといいように騙され搾取される側の立場に陥ってしまいます。もしかするとあらゆることに無関心という状態が今現在の状態を招いている原因の一つかもしれません。リアル人生ゲームの話は次の機会に譲りますが、この先は残念ながら世界は混沌とした方向に向かうことは確実です。この動画を最後まで見ることで現状を把握して生き残りのための行動ができるようマインド設定することにお役立てできると思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。また YouTube では配信できませんが、皆さんの身を守るために重要な情報はメディアブルで配信しておりますので、そちらもご覧いただければと思います。さて、先日の動画に引き続き食料備蓄をテーマにした動画を作成しました。対象は前回に引き続き経済的困窮者を対象としています。なぜ経済的困窮者をテーマにするかというと、私自身もコロナ禍で一気に生活が激変した経験を持っていることから他人事とは思えないからです。その困窮状態を完全に脱したのかというとそうでもなく、今も奮闘中なので他人のことを構っている場合でもないのですが、それでも私にできることをということで情報を発信しています。 YouTube で動画を配信しているのだから経済的に裕福なのではと思う人も多いかもしれませんが、時給換算すると60円から200円くらいにしかなりません。もちろん個人差もあるのでしょうが、 YouTube 配信による収益というのはやってみないとその厳しさはわからないと思います。全く割に合いませんが、今後の展開は努力次第でどうにかなるのかもという淡い期待を持ってやっています。まあその話は置いておいて、このチャンネルでは自分や家族の身を守るために必要な情報を発信しているわけですが、ご存知の通り世界の情勢は全く予断を許さない状況になっています。経済的に厳しい状況に置かれている方というのは、世界情勢がちょっと変化しただけで思いっきりその煽りを受け苦境に立たされてしまいます。最悪は住宅を失うというホームレスと言われている立場に転落すると、這い上がるためには相当の覚悟と努力が必要になります。恐ろしいことに毎月の生活がギリギリという方がホームレス状態になるというのは案外あっさりと起きてしまうということが、他の YouTuber さんが配信している体験談などからも理解できます。だからこそ今回の動画作成をすることにしたのですが、とりあえず住むところがあって仕事に行ってはいるけど生活はきつい方こそ、これからの世界情勢を理解してその対策と行動に全力を尽くす必要があると考えます。すでにホームレス状態になっている方もいると思いますが、そのような方は行政や貧困者支援をしている団体がありますので、早急に相談する方が良いと思います。ということで、3ヶ月先とか半年先の食料を備蓄するなど考えが及ばないという方の現実もよく理解できますが、それでも作戦を考えて取り組んでおかなければ上に直面することになると思いますので話を進めます。2024年2月6日に出された全日本民意連の記事によりますと、その深刻さがよくわかります。記事の中で2021年12月の内閣府の調査について、食料が買えなかった経験があるとの回答は全世帯の 11% で、その内訳は低収入世帯 38%、母子世帯 32% であったとされています。低所得世帯ではバランスの取れた食事が取れないとの回答が4割、食材を選んで買う経済的余裕がなくなったが3割に上っているそうです。この10年間で日本の子どもの6人に1人が1日3食を食べられず、コロナ禍前は6014カ所だった民間の子ども食堂が2023年は9131カ所に増えたそうです。つまり日本においては生活困窮者が増えている傾向にあるということを物語っているのではないかと思います。そして深刻なのは、世界全体が2020年の新型コロナウイルスの蔓延を契機に貧困層が増えているという事実があります。そのことはワールドバンクグループからのデータで、
新型コロナウイルス感染症により2021年までに極度の貧困層が最大1億5000万人増加すると警告されていましたし、実際にアメリカでは貧困者数は約3720万人となり、パンデミック前の2019年よりも約330万人増加しています。貧困層が増え続けているという原因は複数あって、これと断定できるものではありませんが、誰もが否定できない事実として非正規労働者が増え続けているという社会構造の変化があります。非正規労働者はその多くが昇給もなければボーナスもないと思いますし、景気が悪くなれば真っ先に雇い止めされる立場にあります。つまり職を失うということになるわけですが、そうなると家賃や住宅ローンを払うことができなくなるということを意味しますし、食事にも困ることになります。それを防ぐためには、前回の動画をしっかり見て取り組む際の参考にしてほしいと思いますが、なぜそこまで急がなければならないかというと、今後の世界情勢は全く予断を許さない状況にあるからです。その点については過去動画を盛りだくさん配信しています。動画再生リストから食料危機に陥る原因別に分けてありますので、ぜひご覧ください。前回の動画では月1万7000円ほどの予算で1年分の食料備蓄を実現する方法をご提案しましたが、あくまでも食いつないで生き延びることをフォーカスした内容になっており、栄養学的には決して褒められた内容ではないわけですが、それを補完するアイディアがご視聴者様からコメント欄を通していろいろと書き込まれていますので、そちらもぜひ参考にしていただければと思います。その動画によって毎月の生活で四苦八苦している状態ではなかなかイメージできなかった食料備蓄の実践がより具体的になったと感じられると思います。食料備蓄というと、賞味期限、消費期限との戦いがあって、ローリングストックという買い替えをしなければならないという、さらにお金がかかるというマイナスイメージがつきまといますが、缶詰やレトルト食品に関しては5年以上過ぎても問題なく食べられますので、経済的に苦しい方は長期保存ができる食材を中心に備蓄すればいいと思います。そしてなぜ生活が苦しい人ほど食料備蓄をしなければならないかというと、今世界中が不景気に向かっているからです。先ほども言いましたが、日本においては非正規労働者の割合は増加傾向にあって、厚生労働省の発表によると全体の約 40% にも上り、この傾向は今後増加傾向にあるといいます。危険予知というのは連想ゲームに似ていて、生活がギリギリであるという人たちが増加するということは、必要最低限のものしか購入しなくなるわけで、そうなると真っ先にカットされるのが外食だと言われています。そうなると外食産業は大きな売上ダウンが予想され、そこに勤める正規労働者のリストラなども発生してくることになります。この連鎖は何を引き起こすかというと、物が消費されないというデフレ状態になってきます。それだけでなく、世界情勢が混沌とするということは、あらゆる物資の原価が上がることになりますので、デフレだけでなく物価も上がるというスタグフレーションという最悪な状況に陥ります。お金がない上に食品の値段が上がるということが起きて、企業は売り上げが落ち、倒産が相次ぎます。脅すわけではありませんが、アメリカにおいてはこの傾向が出始めています。日本の主要メディアの情報では、アメリカの経済状況は雇用統計も盤石で力強いものとなっているという報道が多いかもしれませんが、実際に起きていることは違っているようです。例えば、アメリカの大手企業におけるリストラの増加は、2024年に入ってからも顕著な増加傾向を示していて、特にテクノロジー業界と小売業界で大規模な人員削減が行われています。2024年に起きている代表的なものを挙げると、1、マイクロソフトはゲーム部門で約1900人を解雇し、さらにアーケイン・ゴースチンや単語ゲームワークスなどのスタジオを閉鎖して650人を追加で解雇しました。2、アマゾンはスイッチやプライムビデオ部門で数百人を解雇しました。3、eBay は従業員の 9% にあたる約1000人の解雇を発表しました。4、セールスフォースは全世界で従業員の 1% にあたる700人の解雇を発表しました。そして2024年8月までにインテル、シスコ、IBM、アップルなど40以上の企業が合計2万7000人以上の従業員を解雇しました。特にインテルは全体の 15% にあたる1万5000人、シスコは6000人を削減する計画です。さらに小売業界とディスカウント企業のリストラも進んでいて、アメリカ最大手の流通企業である UPS は全社員の 14% にあたる1万2000人の管理職を削減し、10億ドルのコスト削減を達成しました。そして今のアメリカを象徴する出来事として、
ウォルマートやターゲットなどでも人員整理が始まっており、これらの小売業は決して贅沢品ではなく、むしろ低所得者向けの店舗です。それにもかかわらず売上不振でリストラを行うということは、アメリカの一定数の人たちの購買力が激減していることを裏付けていることになります。もっと驚異的なのは、ディスカウントショップのビッグドッツが2024年9月9日に米連邦破産法第11章の適用を申請し、292店舗を閉鎖する計画を発表しました。これらのことは、日本で言えばドン・キホーテが売上不振で倒産したと考えると、どれだけのショックがアメリカを襲っているかわかると思います。これが今のアメリカで起きていることであり、この波は確実に近々日本にも押し寄せると考えた方がいいと思います。これは不安を煽っているなどという次元の低い話ではなくて、現実的に起き始めていることです。十分な資産と収入がある人なら痛くも痒くもないと思いますが、そうでない人は先手を打って行動をしておかなければならないと思います。冒頭でも言った通り、私自身も相当な苦境の中を切り抜けてきていますが、立ち止まることが一番危険な状態になってしまいます。メンタル的に相当へこむことは痛烈によく理解できます。そして、こんなことやっても焼け石に水だと思うことでも行動を起こすとそれなりに事態は変化するものです。現実逃避は事態を改善できる見込みはありません。困った時には行政機関に相談してみるのも行動の一つですから、なんとか切り抜けてほしいと思います。いかがだったでしょうか。経済的苦境に立たされた時というのは、文字通り途方に暮れるという言葉がぴったりの状態になります。決して前向きになることはできず、ひたすら政治が悪いなどと恨みつらみが湧いて出てくるものです。私が最高に苦しい時などは、日中の仕事に加え夜間の倉庫バイトもしましたし、大手パン工場にも働きに行きました。大手の求人企業では即給制度があるので、働いた翌々日などにすぐにお金を振り込んでもらえます。このようなことをして一時しのぎをしてきましたが、そうする中で知恵が湧いてきたりするもので、なんとか月末をしのげた時には小さな自信が湧いてくるものです。先ほど少し話をしましたが、なぜ世界全体で貧富の差が激しい方向に向かっているのかという理由は知っておく必要があると思います。リアル人生ゲームのルールです。そのことをある程度理解しておかないと、降りかかる試練に対して準備ができなくなってしまうと私は思っています。そんなややこしいこと考えていたら人生楽しくないという意見もあるでしょうが、それもご自身の選択となると思います。興味がある方は概要欄に動画リンクを貼っておきますのでご覧になっていただきたいと思います。ぜひ共にこれから降りかかる試練に対してマインド設定、覚悟をして対策に取り組んでいきましょう。重ねて言いますが、何が起きても食いつないで生き延びることを第一優先として行動してください。応援しています。この動画が現状を変えたい人のお役に立てることを祈りながら終えたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。